パーマカルチャーデザイナーやってる四井真嗣です。妻の千里と長男の公人と次男の空の4人家族ですね。まあ冬はねマイナス10度ぐらいになる寒冷地なんですけど、まあ気持ちのいい場所ですよ。まあ自然の仕組みの延長線上に持続可能な暮らしをあるいは社会をデザインする手法ですね。建物から出る排水とか、あとインプットで得るエネルギーとか、そういうものがちゃんと敷地全体で循環しつつ、その仕組みによって景色ができるようにランドスケープデザインするんですよ。人が来れば来るほどね、環境が壊れるのではなくて逆に豊かになるようなデザインをするってことですね。やはり僕らがここに移り住んできてからすでに18年経ちますけど、その18年間ずっとその家族4人だけでいかに持続可能な暮らしを組み立てられるのかっていう生活実験を行ってきたんですよね。天然素材の工務店があって、でそこの技術工務をやっている時に建ててもらったものですね。最初は僕ら、長男と3人家族だったんで大丈夫だったんですけど、2人目が生まれた時に4人家族になったから手狭になったのでこっちに増築したんですよね。敷地はそんなに広くなかったんですよ。だけどここに来たらだんだん僕らの生活スキルが上がっていって、だんだん農園が北に広がっていったっていうのが今の現状ですね。僕らは長野県の高遠町っていう山村に住んでたんですけど、そこではね築130年の古民家住んでて、でもある芸能人の奥さんがうちに家をデザインするのを頼まれて、で見学しに来たことがあるんですよね。だけどなんかそこでいいないいなとは言うけど、これやりたいって言わなかったんですよね。だからなんかやっぱりそういう築130年の家とかいう地方のね山奥の暮らしっていうものに対して等身大ではないんじゃないかなっていうふうに感じたんじゃないかなっていうことから、もっと等身大な提案したいということで、もうこっちの方に、より東京に近いところで古民家っていうより中古の住宅をリノベーションすることで等身大な提案をしようと思ってこっち来たんですよね。ですごく素敵な雑木林の中にこういう家建てられていて、で傾斜地にあったので、なんかもっと下に増築するとエネルギーの流れが下から上に流れるような形を取ったりとか、いろんなイメージがたくさん湧いてきたんですよね。それでこの場所を選んだんですよね。これが母屋ですね、さっき言った。で今僕らがいるのはここの、この部分です。でここにそのタンクがあって、ここなんですよね。でこの北側にもともと竹林だったところを開墾して農園ができてるんですよ。母屋の敷地で580坪、農園で1000坪弱あります。1000坪強ありますね。全体デザインする理論として、命って生きるために食べ物を食べたりとか排泄したりとかするでしょ。でその行為っていうのは自分に必要なものを集めるっていう行為になるわけですよね。だから生命っていうのは集める性質があるから、とにかくこの農園に、たくさんの生き物が住むことによって、物質エネルギーが集まる仕組みを表してるんですよ。で特にこの丸から矢印が伸びてるのは、ここのね栗の木並木の落ち葉がこの堆肥枠に僕らが集めるんですよね。でそれで堆肥化したものが濃縮したのが農園に入っていくとか、あとこっちに家の方から入っていくのは家でできる堆肥がこういうふうに入っていったりとかっていうふうにとにかくここに物質エネルギーが集まって、土やそこに住む生き物が豊かになる仕組みを作ろうということで、この矢印がここに集まるようになってるんですよね。いかにその住む空間に命を宿らせるのかっていうことをデザインしてるんですよ。命とは続く仕組みなんですよ。空気が入って発酵が促される。でもここでこうやってやってる間にすごい熱気が感じるぐらい温度がある。
40度ぐらい、42、3度ぐらいになってる。でここは基本的にはうちで暮らすことによって集まる食べ物とかいろんな木材とか、あと庭にそれこそ集まる落ち葉、それを片付けたら本来だったら捨ててるものだけど、それは全てこの堆肥小屋に集まってきて、それが堆肥になってで畑に帰ると。結局僕ら暮らすことによって、あるいはこういう生き物が鶏とかヤギとか、あるいはここに住んでるあらゆる木々とか草とか、そこにいる野生動物が集めるものが全て土を作り、で特にここの堆肥はうちの農園の土を作ってくれるってことなんですよね。だから暮らすことがわざわざ土を作ることではなくて、暮らすことが土を作ることになるってことですよね。それが持続可能な暮らしの最大の仕組みなんですよ。またごぼうを土に返すことで、ごぼうのね深い根が土を耕してくれたりとか、この下に暖流構造があります。ほら、つぶつぶのほらふかふかの、ね、でたくさん生き物いるでしょ。充電器に蓄えられて、それが電気自動車に使われたりとか、あと家の方にも地下の配線でつながっていて、もし停電したとしても緊急電源として使えるようにしてあるんですよね。家は家、庭は庭、農園は農園だけど、基本的には居住空間っていうくくりで言えば、その生活するための機能の範囲ですよね。畑があったり家があったりで、周りにちょっとした何かを得る林みたいなのがあるのが本来の居住空間だと思うんですよ。やっぱりそういう人たちがそれぞれ自立して本来だったら点在してて、それがいつの間にか自己組織化でつながっていって、で一つの系としてね成り立つことによって、誰かが収穫したものがこっちの、例えばうちに供給されたりとかいうことを考えると、なんかそれがフラクタリーに広がっていって、もっと広い範囲に広がっても感覚的にはおかしくないですよね。本来建物っていうのはその風土に合わせて建てるものなんですよね。暮らす上でのベストな位置とか居心地のいい環境を作るためには、外にある森とか畑とか草原とかいろんな要素とどう絡んでいけば、その建物がそこにあることによってどう居心地のいい環境になるのかとか、暮らしていくための作業をこなすための動線とか、そういうものを全部勘案した上で、その場所とかあと広さとか向きとか全部決まると思うんですよ。森があるから森の冷気を建物の中に取り込んだりとかいうことが可能なんですよね。そういう温度差を使って空気の流れ作ったりとか、そういうふうなことをやっぱりちゃんと考えてますね。買える土地があるからここにしましょうとか、そういうふうにあると職場からこの距離だからここにしましょうとか決めちゃうわけなんですけど、でも本当はそこで気持ちよく暮らすためにはどういう条件の方がいいのかなっていうところから考えて、もっとなんか大地に根を下ろしたようなライフスタイルに変わっていくんじゃないかなと思うんですよね。僕がやってることは、人がいることによってより他の生き物が増えて豊かになるきっかけを作れるような仕組みを作るのが考え方なんですよ。だから言うなれば人間の存在意義を生み出すための考え方なんですよね。バイオジオフィルターを作ってみたら、ここの環境がどんどん豊かになっていくことを実感したから、
ああ人間の生き方って実はこううまくやれば他の生き物と同じように環境を豊かにできるんだっていうことに気がついたんですよね。やはりこの家っていうものがあって、家の周りに自然のいろんな仕組みとかパワーがあるんですよ。それをうまく生かすことで、この家にその仕組みがなくてもそのパワーを生かすことで水がきれいになったり、エネルギーが得られたり、ゴミが土に帰ったりっていうふうになってるから。僕自身やっぱり道具集めるのが好きなのは、暮らす上での道具っていう意味で集めてるし、でやっぱり家もね、そうやって見ていくと、大きいけど暮らしていくための道具なんじゃないかなって思うんですよね。一般の人たちがこう求めてる家っていうのはもう寝泊まりできて、家族のちょっとこう団らんがあってのイメージだと思うんですよね。でも僕らはやっぱりそこで生きていくためにいろんな仕事をするわけじゃないですか。だからそのための空間があったり、そのためのしつらいがあったり、あとそのための道具を置くためのスペースが必要だったりとか、あと今日もお話してた動線とか、そういうふうなことを考えていくとやっぱり機能するものなんですよね。単なる箱じゃなくて、もう一回暮らしを取り戻そうとか、本当に豊かさを求めようと思えば、なんかそういうふうな独自なね、その人の文化が生まれてきたりとか、ライフスタイルが生まれたりとかするんじゃないですかね。でそれに合わせた住まいがあるんじゃないかなって思うんですけど。